ベースはハイエースなんだけど、これはもはやハイエースではないよ。ハイエースの域は超えてる。完全に超えてる。この冷蔵庫に会えると思わなかった。すごい今嬉しくなってる。これがねあるかないかでも遊びの幅が変わるから。キャンピングカーで。キャンピングカービルダーの加藤モーターさんのキャンピングカーをねいくつか見させていただいている中で4代目こちらです。これはベースはハイエースなんだけど、顔はハイエースじゃん。ハイエース。頭がこれちょっとリーゼントだ。これはバンコンっていうのかキャブコンっていうのかちょっと怪しいラインだけど、どっちなんだろうね。なんかバンクベッドが出てるとキャブコンにっていう人結構いる気がする。正面から見ると基本的にハイエースなんだけど、上がボコンって出てて横ちょっと出てるね。さっきちょっとお話を伺ったんだけど、できるだけハイエースの車体を残しつつうまくこうボリュームアップしている。左側もこんな感じで、ここは独自のボディがはまってるのかな。運転席だけ残して後ろ丸ごと作り変えてるんじゃなくて、スライドドアとガラスだけ外して、あと天井だけ変えてるんだって。その他すべて元のハイエースの壁とフレーム残してある。ここ元のハイエースだし、リアハッチも元のハイエースそのまま使ってる。これシェル作り変えるとこれができなくなるんだって、元のリアハッチ残ってる。これハイエースだいぶ電気ここにポッコリついてるじゃん、これ何ですかって聞いたら冷蔵庫の熱気を排出するための排出口なんだって。熱気をねこうちゃんと排出してあげると、やっぱ効きも良くなるんやって。冷蔵庫のね説明書にも書いてあるんだよ。換気してください、換気できる場所に置いてくださいって。出入り口はこう縦長でね、こうガチャってあった感じ。潜水艦の窓みたいな丸い窓がついてる。潜水艦窓があるね。キャンピングカーの窓って感じの窓。ここ本来でっかいガラス窓がついてるとこ、ハイエースだったらね。でもめっちゃ背高くないこれ。これ何 3 メートルぐらいあるんじゃないの、背の高さ。後ろ側だとよくわかる。多分ここまでがハイエースさん自身で、その上が伸びてるのが。いやこれ3メートルぐらいあるよ。ダブルデルスタイル、略して DD。 なんとこれね、旅家さんが乗ってるキャンピングカーと同じモデル。旅家さんは中古で買ったらしいんだ。そして実は俺ら旅家さんとニアミスでね、明日旅家さんここに来るらしい。運転席はキャラバンに乗った時を思い出す。セイムアズキャラバンですか。そんな感じです、でもね今はね軽バンに乗ってるからやっぱ広いよ。全然違う。この距離感ね。距離感が懐かしい。こんなだったっけ。いやこんな広かったんだっけって思うよね。ここにだってもう一人分座席あったもんね、これは座席になってないけど。なんか物を置けそうなところがあって、俺らここにサブウーファーとか置いてて懐かしい。超懐かしい。ここにグルちゃんの座り場はないんだ。グルちゃんはここにここなら入れるかな。これできれば俺らだったらさっきのグルちゃんの座り場をここに置きたいね。これじゃなくて、注文したい。カーテンで運転席まで覆えるからプライベートを確保できる。でかつ車内もこう広く取れる車内スペース。しかもシェードするより圧倒的に楽だよね。スピードがシャーってやってペッて止めれば終わりだから。なんかでかくない？でかっ。待って、キャラバンのやつより全然でかい。全然でかい。じゃあ後ろ行こっか。後ろ行こう。ここがハマりそう。カチャンってできる。ほら、これ明らかにこれ。やるよ。見どころがいっぱいなんだけどさ。ドアめっちゃ分厚い。めっちゃ分厚いやん。見てこの分厚いここになんか物入れまであるんだよ。すごくない？なんか靴ぶっ刺せそうだね。ワンちゃん。スリッパぐらいならぶっ刺せそう。でここがほら。シェードがついてるな。断熱最強ドアがついてる。ご覧ください。網戸です。網戸。おもろ。なんかロールなんかロールするね。すごくない？
なんかここに手すりがついてるね。その手すりいいね。足腰悪い人でもここで持ってね。俺とかでも乗れる。軽トラでさ3週間車中泊してたらちょっと足腰悪くなったでっかいキャンピングカーに替え時かもしれない。軽だとやっぱね長期間乗ってると足腰悪くなるよ。見て靴箱あー入って横に、これ靴箱がある。これ外履き用だろうね、12334足置ける。ここにも物を置けるね。もう余裕の直立。これもさっきさ運転席助手席後ろ向きにできたね。乗車定員5人就寝4人プラス1。運転席助手席で1人2人でしょ。でここに横並びで3人だって。ほらこれでもう逆に座れるようにできたんですよ。なんかクッションがさっきのやつよりなんかさらにいい気がする。あ、ちょっと違うかもね、ちょっと違う。これかなりしっくりくる。そこでさ廃人になれるね。そうそうそう、それそれ。確かにこれ普通の椅子だ。さっきのと違くない？なんかめっちゃしっくりくるやん、このクッション。やばいこれ。なんかしかもこれホールド感すごくね。やばい。ああなるほどね、いいね。私気づいたんだけど、ここに座るとうん、ドリンクホルダーがベスト。このドリンクホルダーが使える。でこのねテーブル自由に動かせる。移動中はこの黒いネジをこの穴を使って床に固定して運転はすると。これはもはやハイエースではないよ。ハイエースの域は超えてる。完全に超えてる。だってもう高さがすごいもん。そうでも長さはハイエースなんだよ。そうだね。長さと取り回しはハイエースだけど、高さと幅がちょっとでかくなってる感じ。ハイエースベースで最大限に車内を広くした感じじゃない、このキャンピングカーは。窓とかスライドドアの部分はオリジナルに変えてるから、パネルとかをね。窓がこれはアクリル窓になってるね、キャンピングカー用の。キャンピングカーによくついてる感じの窓です。はいはいはい。でシェードとお決まりの、俺らももうこの手の窓慣れたね。慣れてるね。いろんなキャンピングカー見てきて。ハイエースベースの利点としてはさ、ハイエースのやっぱ走行性能がそのまま使えるってことじゃない？多分ハイエース相当走るから乗ったことないから何とも言えないけどね。でディーゼルで4駆とかだったらね、4駆はフルタイムだからパートタイム4駆に比べたら4駆としては強くはないけど、それでも強いんじゃない？どこでも行けんじゃない？今ここは一応3人座れるってことになってるらしい。でもでかい大人だったら2人でちょうどぐらいじゃない？いやいやほら見て、だいぶ余裕あるよ、2人座って。海子の大きさだったら3人いけるけど。ね、見て吹っ飛び防止の固定のやつがついてます。これ横転されてますね、この仕組みは。素晴らしい。壁はもうコーデュロイ。もはやこれあれです。鉄板むき出しの箇所はほぼないです。唯一パッと見当たるのはリアハッチのところにちょっと鉄板があるぐらいで、他はもう完全にコーデュロイ。僕たちはあれ壁布団って呼んでるんで。読書灯みたいなのがある。でこの椅子の下ってどうなってんの？あれ？シートベルトとか収納じゃんこれ。こういう感じの収納です。なるほど。これリアヒーターがここについてる。へえ。でここが空いてるから、ここからこうやって取り寄せるよっていう。これ広大な結構。だいぶ広い。ただそんな頻繁に取り出すような感じじゃないけど、大きいものを入れられる。ねえねえ見つけた。これ見て。それね、俺も思った。キャラバンのやつと一緒や。そうだよ。これね、懐かしいね。俺らが同じやつだよこれ。キャラバン懐かしい。ちょっと動かしてみようぜ。いやここに来てこの冷蔵庫に会えると思わなかった。すごい今嬉しくなってる。行くよ。エンゲルさんですよ。エンゲルさん。懐かしい。一緒新品だしかもこれ。多分私らのこの仕切りとかどっか吹っ飛んでたよね。吹っ飛んでどっか行ったね。こことかここに入れ替えられるんだよ、この2段目の網は。ここ冷凍みたいな。そう
結構ここ冷凍できんだよね、意外とね。意外とできる。しっかり。で基本は1か2で使ってんだけど、3にすると野菜が凍るっていうね。そ4にすると牛乳も凍る。いやーいいね。う。いやいいもん見せていただきました。素晴らしいですよ、エンゲルさん。エンゲルさん。これスライドドアの部分じゃん。スライドドアがあった部分はもう横最大限にバーンってなってるけど、ここからは元のハイエースだから。からそうここがね、こことこの窓までは元のハイエースが残ってるから、元のこれフレームですよ。頑丈な作りを維持しつつコストも抑えられると、工事を最小限に抑えられるから、コストも下げる。そう、追加の改造をね。で大きさは最大限で、最大限になった大きさのところになんか傘とか立てられそうな、なんかそこ収納になってる。収納があるぞ。ここになんか傘立てになりそうですね。これね、傘立てがありますね。なんか釣り竿立ててもいいんじゃないですか。釣り竿とかも置けるね。でこのスイッチは加藤モーターさんは基本的にこれってことだね。これは段階1で段階的にやって、で2は分かりません。ちょっと分かんないですねとか言って、それは冷蔵庫です。3は冷蔵庫です。これが多分マスターの電源、元電源みたいな。そうです。でバッテリーのモニター。いろいろあるけど、ちょっといろいろすごい。先に上のバンクベッド行きます。バンクベッド広くない？ここが外から見た時に見えた窓だ。この小さい窓にもこの開くところがついてる。バンクベッドに窓があるんではないんだね。ね、思った。ちょっと先にあるんだね、窓が。このさ、窓のふもとにさ、なんかスマホ置き場みたいのがあるの。オツだねこれ。本当ははしごがあるらしいんだけど、この展示車両は事故防止のためにはしごは置いてません。広いです。めっちゃ広いね。これ常設できるもんね。すごくない？これだってスーって出さなくてもいいんだよ。なんならさ、だってさ、高さがあるからさ、なんだっけこれ。バンクベッド。ちょっとバンクベッドって言葉は忘れたの。そう。バンクベッドの下の部分でもさ、ちょっとかがむだけでこの下も入れるぐらいの高さあるんだよ。バンクベッドの下全く圧迫く海子に関して言えば、このバンクベッドの下でも立てるけど。でさ、俺衝撃だったのがさ、ここにね、なんか小椅子があるのよ。小椅子に立ってもさ、俺ここ頭つかないの半端ないよこれ。で俺の身長プラスこの4、50センチの車内庫があるんだよ。相当広いものって。相当広いっていうか高い。高いがでもイコール広いだね。常設バンクベッドだねこれ完全。これ寝れるわ。これすごくない？2人で寝てもね、見て、この今私たちの間にこんだけの距離がすごいショルダーに余裕があるね。ショルダーに余裕があります、今ここに区切りがあるじゃん。区切り、ここをガチャンって開けて上げて物入れみたいな。収納としても使えるってね。確かにさ、だってね、これ後ろにも2人用寝れるあるからね。2人用のベッドが後ろにもあるからさ、寝れるあるから後ろをベッドにしてここは収納でもバンクベッドを収納にするってのはいいね。実は気づいてんだけど、これね、ベッドの下広大なベッド下収納。なるほど。そうあん中に無限に物入るから。今回加藤モーターさんの中で見た中では一番の理想がこれだよ。そうですね。俺らが重視するのって結局サーフボード、釣り道具詰める、か否かだから、スキーの板詰めることが結構重要だから、それに合致するっていうのはもうこれしかないよね、正直。でも一番最初のメリルは、キャリアつければ全然いける、上には詰めると。まあでも車内に詰めるのがベストだからね、結局。早く降りて。カチャンみたいなのがついてるじゃん。これでここにカチャンとするんだよ。ほら。グルちゃん部屋になった。グルちゃん部屋だねこれね。グルちゃん部屋だ。ここにメッシュ貼ればグルちゃん部屋になる。グルちゃんを幽閉できるここに。広大なお部屋。広大なグルちゃん部屋だよ。これ理想じゃない？ここグルちゃんでしょ。俺ら寝れるじゃん。荷物もこの下に詰めるじゃん。完璧だわ。完璧。これちょっといいね。買うか。検討しようか。多分ここがグルちゃんの監視場になる。ここにもうグルちゃんが座って多分グルちゃんそこ見て入れるようにして。でこっちにもここもグルちゃん監視所。加藤モーターさんの営業終了のお時間が近づいているのに見どころが多すぎてちょっとさ時間が足りません。ちょっとキッチンを見ます。
あ、シンクだね。ここにはシンクがついてて、ここで多分ここにコンセントがあるから、うんここに何か調理器具を置いてコンセントで使うんだろうね。うん、でこの下は冷蔵庫だから埋まってると。でこっちはここがタンク。タンクじゃね？あ、タンクだ。20リットルの給水排水タンクがうん入ってますね。20か相当だね。相当。給水排水はこっからこう出し入れしてやる感じ。まあ全然できる。うん、ここに座って料理めっちゃしやすいと思確かにちょうどいいかもね。う。うん。立ってやるだとちょっと低いもんね。待って。ここに収納あるけどさ、地面に立ったままだと届かないから、多分そこに立ってちょうどだ。じゃない？だったらちょうどいい。うん。ここに結構奥行きのある収納があって、その下に電子レンジ。トフィーの電子レンジがあります。でその横にまた奥行きのある収納。なんか調味料とか入れたりしていいかもしれん。あ、でここに外から見た潜水艦の窓みたいなやつがあって、ここにはちゃんとレールがついてるからカーテンができるんだね。ここになんか箱置いてキッチンの収納にしたい。ああ、置きたい。使う頻度多いものとかね。ねえねえ、見つけてしまったんだけどさ、ここさ、広大な収納への入り口じゃない？そうだね。ベッド下収納に車内からもアクセスできる場所。開けてみていい？うん。ほら。おーこれは強いぞ。これは強い。これは強いよ。これだけの広さがあればいろいろ入りますね、うん、釣り具もいけるし、リアハッチからさ出し入れできるから、ここのベッド下だったら、それがいいんですよ。これベッド一応横で取ってんだよね。横で寝れるのか。横で180でしょ。余裕。この窓の部分をぶち抜いてパネルに変えて横幅を取ってんだよ。ハイエースの純正だったらギリ無理なんだけど、ここまで伸ばして、そう拡張してる分幅が広くなって横で180取れてると。あ、すごい。すごい広い。うん。なんかすごいしかもね、工夫してあんなって思うのが、ここがちょっとさ短くなるんだけど、頭がここに来て肩がこっちに出る。ショルダースペースがここに。スペースが設けられてる。ショルダーがリラックスできるな、これで。ショルダーリラックス。うん。でここにもでっかいザ・キャンピングカーの窓がついてますな。お。はい、開きます。素晴らしい。素晴らしい。上を見ると照明があって、あ、ついた。照明がつくと。なんかムーディーだね、この照明。横向きでベッド取れるとね、前のスペースが広大になるんだよ。バンライフ卿、ハイエーススーパーロングを横向きベッドにしてやってんだけど、まさにこれぐらいの広さ、前の部分がめっちゃ広いんだよ。でここにもこれ収納がある。ここに服とかかな。いや、まあ服はここだろうな。あ、そっか、そこもあるんだ。まあ、なんか小物とか、中ぐらいのものも置けるし、で一番後ろの上は家庭用エアコンがついてる。パナソニック。まあこれで電源が600アンペアワーぐらいあればこれも動かせるし、無敵なキャンピングカーになれるね。無敵になれるね。じゃあ次ここの収納見てみましょう。めっちゃ奥行きね、だから1メートルぐらいあるんじゃないの？60から80センチはあるね。ブリ丸々こう縦に収まるぐらい。ここにやっぱ洋服じゃない？だね。大量の洋服が入る。あ、で見て、ファンが上マックスファンだね。これがなんだ？マルチルーム。ああ、マルチルームってこれか。ここを例えばおトイレにしたりとか、なんか物入れにしたりとか、そういう使い方ができるんだ。クローゼットとか使えるかもね。海子がギリ。ちょっと首曲げてギリって感じ。でもまあトイレだったら座って使うからさ、ちょうどいいかも。トイレは全然いいと思う。ちょっと閉めてみるよ。バイバイ。どう？なんかね、楽しい。子供だったら絶対喜ぶって感じ。中から映像ね。おー、なんかもう独房面白い。これをどう使うかはオーナーさんのアイディア次第だね。そうだね。って感じ。俺らならどうする？やっぱ物置になっちゃう。収納になる気がするな。収納って結局あるに越したことはないからね。あ、思った。ここにね、バーみたいのをつける。で、上はクローゼット、下になんか他のものって感じ。
旅江さん羨ましいわ。羨ましいな。こんなすごいの乗ってたんだあの人。これねハイエースのフレームそのまま残ってるからリアハッチも残せると。リアハッチやんのやっぱいいよね。雨の日でもここで下で着替えとかできるから。でハイエースこんなでかかったっけって感じだよね。めっちゃでかいよね。めっちゃでかい。でここにもう広大なこの後ろの常設ベッドの下の収納がねあって何でも積めるよねこれ正直。自転車とかも入る。折りたたみ自転車とか、グルちゃんは多分脱走するから無理だけどキャリーとかケージとか、大型犬飼ってる人とかここにでっかいケージ作ってる人いる。でもその中ともつながってるからね。そう。でこの中はこれバッテリー、バッテリースペースかなり広いバッテリースペース。やはり。でここはタイヤハウス。これがねあるかないかでも遊びの幅が変わるからキャンピングカーで。加藤モーターさんの中で一番今気に入ったのこれ。これやっぱ、遊び道具が入るっていう。デメリットとしては立体駐車場とか洗車機は絶対入れない。ほんで横風にはちょっと食らうかもしれないね。どんだけ食らうかは実際に運転してみないと分かんないけど。今気づいたけどこの小さい椅子も中が収納になってました。さすが。これさっき軽く読み流してたけどこの断熱材は人体に有害な物質一切含みませんと。これは嬉しい。そう断熱ってお客さんから見えないところにある。だからこそ素材を厳選して温かみと安心を両立している。お子さんとかと一緒に旅する人もいるだろうからね。でねやっぱね結構俺ら奥の方まで見るんだけどどの車も、いやタイヤハウスが覆ってあったんだよね。結構着目してたんだけど今ここに明記されてて、タイヤハウスの断熱はやっぱ重要なんだね。ここからやっぱ冷えてくるんで隠れてしまうからけど、あそこだけだって外と面してるもんねタイヤハウスっていうのは。そうそうだ断熱防音の防音の効果もあるんだ。これやっぱ重要視してるんだ加藤モーターさん。